皆さんこんにちは。進化する高老化医療第2話へようこそ。今回は枠永製薬と一般社団法人プロダクティブエイジング研究機構、通称ARPAがタッグを組んで行った熟成ニンニク抽出液の驚くべき効能に迫ります。お迎えするのは引き続き今井真一郎卓越教授、そして枠永製薬からは熟成ニンニク抽出液研究の第一人者松友俊明所長、さらにARPAから吉岡清主任研究員です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そもそもこの研究どういったきっかけから始まったんでしょうか。松友さん。はい、私たち枠永製薬は1955年の創業以来、自然素材の力に着目し、その中でも熟成ニンニク抽出液の研究に力を入れてきました。皆さんニンニクと言いますと、その特徴的な匂いやその刺激の強さというところにイメージを持っているかと思いますが、熟成ニンニク抽出液はニンニクを熟成させることでその刺激や匂いというものを抑えつつ有効成分を高めた抽出液でございます。70年近くにわたって研究を進めていく中で、この熟成ニンニク抽出液が動物でも人でも非常にさまざまな機能を高めるということが分かってきました。例えば血圧の上昇を抑えたり、動脈硬化を抑制したり、また炎症を抑えたりといったさまざまな作用があることが分かっています。さらには細胞の中のミトコンドリアの機能を高めたり、有酸素運動の効果を高めたりといった代謝の機能を高めるという作用があることも分かってきております。こうした長年の研究の成果から私たちは熟成ニンニク抽出液には抗老化作用があるのではないかというふうに考えて研究を進めていました。熟成ニンニク抽出液の中には非常にさまざまな成分が含まれています。その中でも私たちは S1PC という成分に着目しております。S1PC というのは S1 プロペニル L システインという非常に長い名前の略名なんですけれども、いわゆるアミノ酸の一種です。この S1PC と老化制御のメカニズムとの関連性というのを私たちが探っていく中で、 S1PC にはどうやら E 難 PT を増加させる作用があるんじゃないかという結果が得られてきました。そこで私たちはこの分野の第一人者である今井先生にご連絡をして共同研究を申し込んだというのがきっかけでした。なるほど。実際にこの連絡を受けて今井先生いかがでしたか。いや、実は熟成ニンニク抽出液を長年研究されてビジネスをされてきた会社がどうして私のところにコンタクトされてきたのかなっていうのが最初不思議だったんですけれども、その後松友所長をはじめ研究者の方々からお話を伺ってですね、いやこれは何か大変な謎というか面白いことがここに隠されているに違いないと直感的に思いました。それでこの共同研究をお引き受けする、私の方から枠永社長にも共同研究しませんかっていうご提案を差し上げて、ちょうどそれがですね、双方のこの興味が合致して、いよいよ始めるっていうことになったんですね。ですから非常にエキサイティングだなというふうに感じました。 E 難 PT どのように働くのか、実際の作用とか教えていただいてよろしいですか。第1話の中で私が簡単に述べさせていただきましたけれども、詳しい働きをこの ARPA の主任研究員である吉岡清君から説明してもらうことにします。よろしくお願いします。私たち哺乳類の NAD を合成する上で重要な酵素に NAMPT と呼ばれるものがあります。この NAMPT は正式にはニコチナミドフォスフォリボシルトランスフェラーゼという長い名前なのですが、ビタミン B3 ニコチナミドを出発物質として生体内で NAD を合成するのに重要な酵素です。こちらの図を見ると分かるのですけれども、この NAMPT は細胞内の NAD を合成するのに重要と申し上げたんですけれども、不思議なことに私たちの脂肪組織では、積極的にこの NAMPT を血液中に放出しているということが分かっています。
この細胞内で NAD を合成するのではなくて、細胞外に放出されている NAMPT のことを細胞外 NAMPT、英語でエクストラセルラー NAMPT と呼んでおり、省略して eNAMPT と呼ばれます。この eNAMPT は小さなですね、細胞外小胞という粒々に内包される形で血液中に放出されています。この脂肪細胞が大きなサッカーのスタジアムぐらいの大きさだとしたら、この細胞外小胞っていうのは1個のサッカーボールぐらいの大きさです。このように非常に小さな粒々に乗せて、脂肪細胞は標的のターゲットの臓器に eNAMPT を運んでいるということが分かっています。この eNAMPT を受け取った細胞では即座に NAD が合成され、この脂肪組織が放出する eNAMPT が遠隔組織で制御する NAD の合成は特に視床下部で重要であるということが分かっています。またこの血中をめぐる eNAMPT ですが、人でもマウスでも加齢に伴って残念ながらどんどん減少していくということも分かっています。一方ですね、それを若い頃のように保つようにしてやると、なんと老化が遅れて寿命が優位に伸びるということがマウスの研究では分かっています。じゃあ人でこの eNAMPT が同じように働くのかというのが気になるところですが、私たちの研究組織 ARPA では実際に人の血液中から eNAMPT を取り出してですね、実際に培養細胞やマウスの生体内で同じように NAD を上昇させる作用があるということを確認しています。すなわちこの脂肪組織と視床下部を結ぶ eNAMPT は先ほど今井先生がお話になられていたIOCOMにおいて中核を担うような重要な抗老化物質ということが分かっています。この S1PC と eNAMPT、 この間にはどんな関係があるんでしょうか。その発見の瞬間教えていただけますか。実はですね、この脂肪細胞からのeNAMPT の放出にはサーチュインファミリーの主要なメンバーの一つであるSIRT1という酵素の働きが重要であるということが分かっています。実は S1PC はこのSIRT1の働きを強めることで脂肪細胞からの eNAMPT の放出を促進しているということが分かりました。こちらのスライドに今回の共同研究で明らかになったメカニズムを示していますが、脂肪細胞には LKB1 と呼ばれる代謝を制御するタンパク質が存在しています。この LKB1 は他の2つの分子を集めて3つまとまって複合体を形成し活性を発揮するということが分かっています。なんと S1PC はですね、この LKB1 に作用してこの LKB13 つの分子の複合体形成を促進するということが分かりました。このような LKB1 に働くような分子が食品成分中に含まれているということは非常に大きな驚きでした。S1PC によって活性化された LKB1 は SIRT1 をリン酸化という働きによって活性化し、その結果脂肪細胞の NAMPT が血中に eNAMPT として放出されるということが分かりました。 S1PC をマウスに与えると予想していた通り血液中の eNAMPT が上昇して視床下部の NAD 合成が促進される。その結果なんとですね、骨格筋が強くなるということが分かりました。 S1PC を長期間与えたマウスで高齢期にどんどん弱くなってしまう骨格筋の筋力が増強し、さらにそれだけでなくですね、全身性の老化度を表す老化度判定スコア、フレイリティインデックススコアと呼ばれるものがあるんですけれども、そのスコアが優位に改善するということが分かりました。すなわち S1PC が持つ強力な抗老化作用というのが実際に生体内でも作用するということが示されただけでなく、今回の共同研究ではその詳細なメカニズムまで明らかにすることができたというわけです。なるほど、今井先生、これすごい発見ですよね。この話を最初にもちろん清君からですね報告を受けた時は、もう本当に驚いて、もちろん信じられないっていう言葉は当てはまらないっていうかデータはそうなので、本当に驚きだったのはこういう
熟成ニンニク抽出液という自然素材ですよね、その中にこういう非常に特別な働きを持つ物質が含まれているということ自体がもう本当に驚きだったわけです。でこれをもちろん松友所長をはじめこの枠永製薬さんのグループの方々と、話し合いを最初にしてこの結果を検討した時にもう全員がもう驚いてこんなことがあるのかっていうことでもう本当に全員で興奮したのをよくよく覚えています。そしてこれが人においても同様の効果を持つということもこの先示していかないといけなくなると思うんですけれども、その臨床研究というのは行われたんでしょうか？はい、もちろん今お話ししたことはマウス、それから培養細胞での結果だったわけですね。ですからもちろんこのS1PC という物質が人でそういう作用を持っているのかどうかということを研究するというのは当然重要になってくるわけですけれども、その部分はですね松友所長からご説明いただくのがいいと思います。はい、気になります。そうですね、今今井先生、吉岡さんからお話がありましたように、この大きな発見には私たちも非常に驚いて、すごく興奮したということを覚えています。ただやはり重要なのは人において S1PC が E 難 PT を増大させることができるのかどうかということでした。そこで私たちはそれを検証するために臨床試験を組み立てました。臨床試験には最終的に対象となる偽薬を飲んでいただく21人の方と S1PC を飲んでいただく19人の方に参加いただいて実施をいたしました。試験会場にお越しいただいてどちらが偽薬かどちらが S1PC かというのが分からなくした上でカプセルを飲んでいただいて、その30分後60分後2時間後に血液を採血して血中の E 難 PT の量を測定しました。解析を始めてまず最初に私たちが気づいたことというのが2時間後の血中の E 難 PT 量の変化というのがそれぞれの方の脂肪の量と相関しているということでした。そこで私たちは健康に懸念が生じるほど脂肪が少ない方を除いて健康な量の脂肪を持っていらっしゃる40歳以上の方について E 難 PT 量の変化を解析しました。するとなんと S1PC を摂取した2時間後において血中の E 難 PT の量が増大しているということが分かったんです。一方で脂肪の量が比較的少ない20代30代の方においては E 難 PT 量の増大というのは認められませんでした。私たちはこの結果を非常に重要であるというふうに考えています。と言いますのも培養細胞やマウスにおいてはっきりと示されたように S1PC は脂肪細胞に作用します。そこで LKB1 という酵素を活性化させて E 難 PT の量を増大させるというわけです。ですから人において血中の E 難 PT の量と脂肪の量に相関があり、また健康な量の脂肪を持っている方において S1PC が作用を示したということはまさに人においても S1PC が作用をしているということを物語っていると思います。年を取ってから健康を保つためには少し小太りの方がいいというふうによく言いますよね。S1PC はまさにこの小太りの利点っていうものを生かした作用があるというふうに私たちは考えています。培養細胞でもマウスでもそして人でも共通した結果が得られたということはこれは本当に素晴らしいことだと私たち考えています。今後 S1PC を応用していくための科学的基盤がしっかりと固まったと考えております。S1PC を含んでいる熟成ニンニク抽出液、これの可能性もさらに広がることになると私たちは考えて大きな期待を寄せております。なるほど。ニンニクには古くからいろいろな効能があるっていうふうにはね言われていましたけれども、実際にこんなに驚くべき作用があるというのは本当に素晴らしい研究結果だと思います。この人での臨床実験を行う前は、こんな結果が出るっていうふうに正直想像はされていらっしゃいましたか？ある程度期待は持っておりました。ただやはり人でも同じように作用が見れるかどうかっていうことについては結果を見てみるまでわからないなっていうのが正直な気持ちでした。
ですので今回の臨床試験の結果を見た時はもうこれはやったと、大きな壁を一つ越えたなというのを実感したというのを覚えております。なるほど、最後までじゃあドキドキだったわけですね。そうですね、はい、そして今井先生はこの結果をお知りになった時ね、きっとアメリカに、本拠地のアメリカにいらっしゃったかと思うんですけれども、これどのようなタイミングでご報告受けたか覚えてらっしゃいますか？はい、これはですね、松友所長からその結果を、記した記録したデータが送られてきて、それを拝見させていただいたんですけれども、そもそもまずファイルを開ける時にかなりドキドキしてました、どんな結果になってるんだっていうことで、ただですね、その結果とそのグラフを見た途端にもうこれはすごいと、もう確実に人で効果がある。でしかも単に効果があるだけではなくて、先ほど吉岡主任研究員、それから松友所長からもこう脂肪組織、脂肪細胞が大事なんだっていう話があったわけですけれども、個々の方が持っている脂肪の量と出てくる E-NAMPT の量の間に相関がある、つまり脂肪が重要なんだっていうことを直接示す結果になっていた。この部分がですね、非常に重要ですし、私がエキサイトした結果だったわけです。ですからもうその時点でもうやったやったっていう感じですよね。ですから本当に素晴らしい結果で、もちろんその枠永製薬さんとのミーティングでこの結果をディスカッション全員でした時も、もう本当にもうついにこういう結果が出たっていう、興奮を全員で共有したっていう感じでした。もうね、本当に皆様にとっても大きな一歩ですもんね。さあ、そして一番気になるのがこの熟成ニンニク抽出液、そして S1PC の可能性が今やっと見えてきた今、研究の今後、そしてその製品化についてどのようにお考えでしょうか？いかがですか、松友さん。はい、熟成ニンニク抽出液はすでに医薬品として、あるいは健康食品として展開をしております。で今後はですね、今回の研究の成果というのを踏まえて NAD 代謝という視点から再構築して、より科学的に裏付けのある抗老化素材として活用を広げていければというふうに考えております。吉岡さん、いかがですか？はい、ニコチナミドモノヌクレオチド、略称で NMNというとご存知の方多いと思うんですけれども、今世界中で注目されている抗老化物質の最有力候補です。ちょっと複雑になるので、こちらのスライドで覚えておいていただきたいのが、31を活性化する、これは S1PC によってもう実現が可能です。 NMN は細胞内に入ると NAD に代謝されます。活性化された31は NAD を消費して機能を発揮するので、その NAD の前駆体である NMN を S1PC と一緒に摂取することで、さらに E-NAMPT の放出を増強できるのではないかと考えて、実はもう実験を行いました。高齢マウスに S1PC と NMN を同時に投与すると、やはり予想通りですね、脂肪からの E-NAMPT の放出が促進されるということが分かりました。なので私は S1PC と NMN の組み合わせ、この組み合わせに研究者として非常に大きな興味を持っております。これもまたすごい結果ですよね、今井先生。そうですね、まさにこの自然素材から生み出されてきた研究と老化寿命研究から生み出されてきた結果がですね、融合して一つの大きな結果を作り出すっていう事例になっていると思います。ですからそういう意味ではこの S1PC をですね、私が第1回の時にお話しした、NED ワールドのコンセプトの中でですね、この IOCOM という臓器間コミュニケーションマネージメントを実現する素材、しかも自然素材として使っていくことができる。でその時に今吉岡研究員から話があったように NMN と組み合わせるということによってですね、新しい抗老化方法論、この IOCOM の社会実装を果たすことができるのではないかということで、その可能性をさらに追求していくことを考えています。さらなるね、未来に向けた研究になりますね。
そして今後どんな未来を見据えていらっしゃるのか、ちょっとぜひお伺いしたいんですけれども、まずは吉岡さんいかがでしょうか。はい、今日の話で話題の中心になっていた NAMPT と脂肪組織ですけれども、脂肪組織というとですね、どうしても健康のために減らすべきだ、もしくはなくすべきだというようなイメージがついてしまっている臓器だと思います。そうですね。ただですね、今回今井先生のお話にあったように、私たちの体の中の臓器というのは臓器同士でコミュニケーションをとっているので、脂肪をなくす減らすではなくてですね、今後は健康な脂肪を育てていくというような発想の転換がこの愛を込むの実現に重要になってくるんではないかと予想しています。なるほど。松友さんはいかがですか。はい、今ですね、健康長寿社会というのを実現するということに非常に注目が高まっていると思います。でそのためには皆さんが日常生活からきちんと老化を予防していくということが大事だと思います。そこで重要となってくるのが素材の品質というのはもちろんのこと、科学的な根拠、これがしっかりしているということになります。そこで S1PC のような自然素材の力というのを十分なエビデンスを持ったもの、これをより多くの人々に届けていきたいというふうに考えております。なるほど、ありがとうございます。まさに研究と企業、自然と科学、そして人と未来をつなぐ挑戦ということですよね。さあ、第2話では今井先生とそして松友所長、吉岡さんをお迎えいたしまして、熟成ニンニク抽出液に秘められた驚くべき抗老化作用と、そしてその鍵を握る S1PC、E-NAMPT との関係について最先端の研究結果じっくりとお聞かせいただきました。皆さん本当に本日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。かつて滋養強壮の象徴だったニンニクが時を経て分子レベルの医療へとつながる鍵となりました。次回第3話ではいよいよ社会実装へ。登場するのは引き続き今井真一郎先生、ゲストに枠永製薬の枠永社長をお迎えしてお二人の対談をお届けいたします。どうぞお楽しみに。